どうもベニマルでございます。本日はですね、私が最近使っているペダルボードを紹介したいと思います。前回紹介した時と比べてまた一回り大きくなってしまったんですけど、その分いろんな面白い音が出せるようになってます。半分くらいのペダルは個別に動画も出してたり、あと前回の紹介とも被る部分あるので、その辺は説明文からチェックしてみてください。早速見ていきましょう。まずボードのコンセプトというか大きな特徴としては、とにかく一風変わった楽しい音を出すぞと。そしてもう一つが MIDI でほとんどのペダルを管理、オンオフしたりパラメータを動かしたりと自由にコントロールできるようになっております。その辺も触れつつ、まずはそれぞれのペダルについて簡単に紹介していきましょう。接続されている順番に見ていくと、まずブリスファクトリー、これがボードのインプットも兼ねてます。かの有名なファズファクトリーのハイテクバージョンですね。正直ファズとしての音で言えば普通のファズファクトリーの方がぶっとくて好きなんですけど、このジリジリとしたノイズみたいな感じ、あとサスティーンが徐々に発信に置き換わっていくような使い方が非常に面白くて気に入ってます。あとファズとしては超珍しく MIDI が使えるので、スイッチャーのループに入れなくてもオンオフできるのが偉すぎますね。次に通るのが ML5 スイッチャー。ループスイッチャーなのに踏むとこないやんけって感じですけど、指でポチポチしたり演奏中は MIDI コントローラーから切り替えできます。でループに入れているのが主に歪みの方々、要は MIDI が使えるやつは MIDI でオンオフできるので、それ以外のペダルを入れているという感じですね。5つのループのうちよく使うものから紹介すると、まずこのチャンネルではおなじみの3フェイス、ファズフェイス系なんですけど、割とローゲインで自分としてはリード用のオーバードライブみたいな感覚で使ってます。ぶっとくてそれでいて割とニュアンスも出るので、とりあえずこれと。本当は電池で使った時の音の方が好きなんですけど、管理がめんどくさいので無理やりサプライから供給してます。次にビッグマフ系のフーフ。こういうジリジリとした粗さがあるので、一瞬でザ・オルタナみたいな雰囲気にできるのが良いですね。ボードに乗せやすい大きさのマフとしては一番気に入ってます。ビッグマフ系はサスティーンをバキバキに伸ばせるので、後々紹介するヘンテコ系エフェクトと組み合わせてシンセサイザーっぽい音を作るのにもよく使えます。次がオーバードライブ、最近動画にしたハルシオンですね。チューブスクリーマーっぽさがありつつ、ダイナミクスがやたらとすごいオーバードライブです。クリーンにしたアンプを普通に歪ませるときとか、あとファズでは渋すぎるぞという場合に使います。あとブースターとしてもコンプレッション感を細かくコントロールできるのが良くて、オーバードライブにやってほしい仕事を全部こなしてくれる偉いやつです。お次がアウターリングス。これはリングモジュレーターですね。いわゆる杉蔵さん的なリングモジュレーションよりももうちょっと歪んで混沌としたサウンドが得意なペダルです。リングモジュレーターって音程がめちゃくちゃになりやすいんですけど、
アウターリングスはちゃんと音程感を保ちつつド派手に聴かせられるのがグッドです。この辺この前上げた動画のギターソロで分かりやすく使ってますね。このペダルただでさえ日本では売ってなかった上にこのブランドもうなくなっちゃったので、万が一ねこれを見て気になってしまった人は、頑張って探してください。次 MXR のオクターブファズ。これもだいぶ前からオクターブファズの大比較動画をやって以来ずっと気に入って使ってます。オクタビア系なんですが、潰れ具合とかゲート感が絶妙なのが良いですね。派手なギターソロとか、あと昔の椎名林檎感を出したい時に使います。ファズばっかやんけとツッコミが入りそうですけど、自分でもそう思います。ここからは面白エフェクトセクションなんですが、まずメリスのエンゾ。これは一応ギターシンセなんですが、自分的には贅沢なピッチシフターって感じで使ってます。ピッチシフターって機種によってかなり音が違うんで地味に沼なんですけど、エンツォはギターシンセってことでぶっといサウンドを上かぶせできるのが気に入ってます。こんな面白いこともできますね。弾いた和音にちゃんと反応するアルペジエーター、たまに危うい音程になるのが可愛いところですね。もう一つメリスのオトビットジュニア。これはビットクラッシャー兼シーケンサーって感じです。こんな風に一定のタイミングでスライスしてくれます。こういうスライサー、スタッターって基本は曲のテンポとガチガチに同期しないとかっこよくならないんですけど、こいつは適当にやってもいい感じになるので気楽に雰囲気が出せて良きです。お次がテンソル。これはグリッチ、グラニュラー系として使ってる人もかなり多いペダルですね。やれることも多くてちゃんと紹介するとそれだけで動画1本になっちゃうんですが、自分としては主に空間系と組み合わせてエモいアンビエンスを作ることが多いです。ランダマイズされたリバースって感じですね。他にもピッチを変化させたりルーパーとして使えたりと、テンソルは小さい割にいろんなことができるので楽しいペダルですね。次、これもこのチャンネルとしてはおなじみのゾイヤ。ざっくり言うとめっちゃ何でもできるマルチエフェクト兼シンセサイザーって感じの機材です。自分の最近の使い方は主に2つで、1つが普通のディレイとかロータリーとかそういうトラディショナルなエフェクトを一手に担うマルチストンプ的なエフェクターとして、でもう1つがいろんな種類のスライサー、スタッター、こうやってシーケンサーを利用したりミディスイッチと組み合わせたり、あとランダムとかね、あらゆる手段でいろんなビートを刻むマシンと化してます。このゾイヤ実は2代目で、1号機はボタンが反応しなくなって放置してるんですけど、修理して2台体制にしようかなと思ってるくらい欠かせないペダルです。でラストがナイトスカイリバーブですね。
リバーブも機種によって雰囲気が全然違くて沼なんですけど、ナイトスカイはちょっとダークでじとっとした響きが雰囲気があって気に入ってます。あとパラメータが多くていろいろ面白いことができるんですけど、つまみが全部表に出てて、その辺の操作が分かりやすいのが良いですね。シンセサイザー、ノードリードとか触ってるみたいな楽しさがあります。ちなみにオンのスイッチを長押しするとモーフィングできるのが楽しいです。これがボードのアウトを兼ねていて、これで一通り紹介したんですが、ここで MIDI 周りについてちょいちょい触れてる通り、このボードほとんどのペダルが MIDI で接続されてます。右下の MIDI コントローラーを司令塔としてそれぞれのペダルをオンオフしたり、プリセットを切り替えたり、エクスプレッションペダルから好きなパラメータを動かしたりとかしてるわけです。こんな風にスイッチ一発でエフェクトのオンオフを切り替えつつ、同時にスイッチャーやエクスプレッションのコントロール先も切り替えてますね。MIDI についてはがっつり解説動画を作ったのでそれを見てほしいんですけど、いろんなことができるので凝ったコントロールがしたい人はぜひトライしてみてください。最後にその他の部分も軽く紹介すると、電源はストライモン一式。個人的に汎用の電源ケーブルを使えるやつが管理しやすくて好きなのと、薄くて軽くてチェーンして増やせるというのがグッドですね。後輩を2台もチェーンしてて電気足りるか不安だったんですけど、今んとこなんとかなってます。すごいですね。小ネタなんですが、ズーマはこのペダルトレインの穴に超ジャストフィットするので、差し込み口をいい感じの場所に持ってこれますね。で、パッチケーブル、これもだいぶ前に比較動画をやって以来、この小ささとちょっと重ための音が好みでずっと使ってます。で、MIDI のパッチングはどこにでもあるステレオミニのケーブル、こういった L 字の変換プラグを使ってなるべく小スペースになるようにしてます。このモーニングスターのハブを使って各ペダルに MIDI を配分しているようなイメージです。TRS MIDI ってね、ブランドによって曲線が違って単純にはチェーンできないので、こういったハブでうまいこと変換してあげる必要があるのが注意ですね。このモーニングスターのハブは小さいしいっぱいつなげるのでおすすめです。ということで駆け足でしたが、ボードの紹介でした。まだまだね、載せたい機材もいっぱいあって、なんならシンセとかモジュラーも組み込みたいなという欲なんかもあって一生迷走してます。ただちょっと自分的にボードがでかくなりすぎちゃったので、もうこれ以上は広げないぞという鋼の意志を持って生きていきたいと思ってます。正直シンプルな用事はオーバードライブとかゾイヤだけ持っていくようなことも多いんですけど、かなり楽しい音がいっぱい出せていいボードになったかなと思ってます。今日紹介したサウンドはだいたいこの前上げた動画のどっかしらで使ってるので、よかったら探してみてください。ということで今回も終わりたいと思います。ありがとうございました。